はい。では、いつもご視聴いただき、誠にありがとうございます。希望の牧場吉田、動画担当している木村です。今回ですね、今こうやって見てもらったらわかる通り、こちらなんですけど、河川敷のところからロールになって、実際に吉田さんがもらってきて、餌として与えているんですけども、最終的にはこういったような枝が、ね、雑草が残っちゃうんですよ。で、これが非常に問題で、なんでかっていうと、いただくことは非常にありがたいことなんですが、これは堆肥利用っていうことができないんですね。こういったものは。そう。だから、じゃあどうするかっていうと、もう焼却、処分する以外方法がないんです。で、なんでじゃあこんなことになってるかっていうと、今までこう備蓄してきたホールクロップのサイレージがいよいよ枯渇し始めてきて、かなり品薄状態になってきちゃってるんですね。なので、今実際に第二牛舎と第一牛舎で餌をあげてはいるものの、餌が今とても不足している時期なんです。5月からにならないと放牧地は実際には青々とした草が生えてこないので、非常に問題になっている。今の時期が一番苦しい時期なんですね。で、何を言いたいかというと、実際に視聴者の中の皆さんの中で、例えばこういう言葉はちょっと適切かどうかは難しいんですけど、廃業してしまうとか、または不良品のホールクロップが残ってるよとか、そういったのがありましたら、ぜひとも希望の牧場にいただければ大変ありがたいことなんですね。実際にホールクロップって購入するとすごい高いんですよ。じゃあそれをこの牧場でそれを購入して餌を与えることができるかというと、金銭的な問題で正直できないんですよ。なのでいただき物っていうのは大変ありがたいんですけども、実際にやっぱりそういう河川敷の雑草をただかき集めたものっていうものは、やはり正直言うとゴミなんですよ。なのでやはりどうしてもそれなりのロールが欲しい。ただ欲しいんだけども、まともなものを購入することはできない。だから例えば粘土落ちしたものであったりとか、そういったものをいただけると非常にありがたいんですよね。実際にこうやってね、牛さんたちも中にはね、もう本当にグルメな牛もいて、実際にもう食べなくなっちゃうんですよ。で、こういったものがだんだん溜まってって、最終的にそれを外に出して、それをこうタイヤショベルで作って、ああいったところの肥やしのところにね、堆肥として循環していくっていう流れにはなるんだけども、一番冒頭に言ったように、こういった枝のものっていうのはできない。こういったやつ。なので、これはもう本当焼却処分する以外方法ないんで。なので、できるだけいいものを与えたいので、どうか支援者の皆さんであったりとか、これを見た農家さんだったりとかが、うち余ってるよっていうのがあったら、ぜひともいただけたら嬉しいですね。そういうことで、よろしくお願いします。